こんにちは。今回は光の弓矢を手に入れる光の弓矢を10連にするの2本立てです。一番単純な方法をお伝えします。準備、光の弓矢を引き継ぐ用のデータを作ります。ポーチ内に片手武器2つ、盾1つ、捨てられないもの、そしてそれらの合計より多くの素材を残します。次に一番重要な引き継ぎ技をご紹介します。まず剣と盾を出し、爆弾を持つ瞬間に盾を外し、武器持ちバグ状態に。盾を構えつつ、物を一つずつ持ちます。メニューを閉じた瞬間に武器を変えて、盾を構えたままジャンプして空中で B を押し、着地した時に物を片手で持ったら盾を外す。メニュー開閉でタイミングを取ると良いです。そして口笛を吹きつつ話しかけると、持ったまま会話ができます。そしたら手に持っているものの残りをすべて売ります。これで引き継ぎ状態になり、枠が5つできました。話しかけるのが遅れると物を落とします。また、物の位置が大きくずれると引き継ぎが成立しないため注意。その方法で捨てられないもの分の引き継ぎ枠を作り、他のものは全て売るか捨てるかします。そして適当な場所でオートセーブを入れます。引き継ぎ状態を解除するため、ゲームを再起動してロードすると、持ってたもの以上の引き継ぎ枠の影響でポーチがほぼ空っぽになり、準備完了。次に残ってる大事なものと光の弓矢分の引き継ぎ枠を作ってガノンの元へ向かいます。引き継ぎはポーチの後ろから反映されていきます。あらかじめ強い武器は盾の村に飾っておくと楽です。ゲームオーバーすると引き継ぎが消費されるので本気で倒します。光の弓矢を手に入れたら引き継ぐもの以外を全て捨てて、メニューを閉じずに適当なデータをロード。光の弓矢が手に入りました。オートセーブと再起動で引き継ぎ状態を解除し、光の弓矢の取得を確定させます。もし通常の光の弓矢だけで良いなら、ガノンから本セーブに引き継ぎして、それらを行い手動セーブして終わりにします。さて、10連弓矢は料理を付与することで生まれます。まずはその素材を集めます。必要な素材はこれらです。左が拡散型、右は集中連射型です。それぞれに必要なものを揃えます。作ったら料理欄を適当な料理で埋めます。後で食べ尽くすので効果付きがおすすめ。そして素材を料理数と大事なもの数の分、それぞれ2つ以上揃えます。落とした時に割れたり逃げたりしないものがおすすめ。この状態のオートセーブを1つ残します。この後のために光の弓矢を自宅に飾り増やします。
飾ると手元にもスタンドにも弓矢が入ります。スタンド側は離れると表示される。次に引き継ぎ先データを作ります。大量の料理を引き継いで付与料理を弓矢へ押し込むので、付与料理と弓矢以外のものを全て捨ててオートセーブを作ります。もう片方の料理のデータも作っておきます。先ほどの料理1杯のデータで引き継ぎ枠を料理と大事なものの分作ります。そして付与料理データをロードすると、拡散光の弓矢ゲット。この状態のオートセーブを1つ入れて集中型の10連弓矢も作ります。料理も大量に引き継がれ、引き継ぎ状態も継続してるので、本来はこのまま付与引き継ぎをできるのですが、カゴがプラスだと黒枠が増えるので、その分の引き継ぎ枠を作ります。そして集中型料理のデータをロードすると10連集中弓矢が手に入ります。それでは全ての弓矢データを統合して本データへ移します。まず通常弓矢を回収します。69枠ある引き継ぎ枠に弓矢と大事なものが入るように料理を減らします。そして拡散弓矢データをロードすると全部の弓矢が手に入りました。同じことを本セーブに向けてやります。増えたカゴの数に気をつけましょう。本セーブをロードすると光の弓矢3種類を持ち出せました。オートセーブ後にゲームを再起動して引き継ぎを確定させましょう。増えたカゴは統合されるのでご安心を。今回お伝えした10連弓矢は最強ではない代わりに一番楽に作れる方法です。続編前に一度は使ってみたい人向けに作りました。興味があれば作ってみてください。それではまた次の動画で。おまけ狙撃のコツ。 BTB では光の弓矢に追いつけないためガーディアンはゴザビタしておく。ゴザビタについてはガーディアン21体の動画をご覧ください。失敗した時に毎回ここから始まりの大地まで歩いていく必要があります。